こんにちは。新食系 VTuber の八代真白です。どうぞよろしく。本日のテーマはこちら。神社参拝時にやってはいけない NG 行動集4選。こちらを皆さんにお伝えしていこうと思います。こういうマナーに関するお話をすると必ず出てくるワードがあるんですよ。なんかね、よく聞くワードでございます。皆さんも多分聞いたことあると思うんですけれど、神様はこんなことで怒らない。だから私は作法なんて気にしない。という言葉でございます。これ分かって使ってるか分からないんですけれど、これあれですよ。ちょっと考えてみてください。あいつ何しても怒らないからさ。だから私は気を使わないの。って言ってるのと同じってことを分かって言ってるんですかね。怒らないんだったら礼節を持たなくていいみたいな論調だったらね、これあかんですよ。言うてね、本日この動画ではそんなに難しいことはお話しいたしません。もうやってない人の方がね多いと思いますが、この動画を見ると神社でやってはいけないことを認識できると思いますので、最後までぜひ見に行っていってくださいね。それでは早速いきましょう。神社での NG 行動その1、境内で自転車を乗り回す。大丈夫です？やっていませんか？これ自転車で神社に参拝して、でそのままスイーッと自転車に乗ったまま拝殿近くまで乗っていっちゃうっていう人、実はねそれ NG なんですよ。車両全般が NG というわけではございません。場合によってはおみこしを乗せるためにトラックが境内に入ってきたりとか、荷物の運搬のために入るってことはありますよね。でも通常の移動手段として車や自転車、馬などを使って入ってきたというのであれば、神社では乗り物から降ります。これを下乗と言います。詳しくは過去の動画で説明していますので、ここではざっくりとしたお話をいたしますが、境内では基本乗り物に乗ったまま進むのは NG なんですよ。神社の入り口に下馬、下乗と書いてある札が立てられていたら、そこから先は降りて進んでくださいっていう意味です。もしこの札が見当たらないとしても、鳥居より先は降りた方がいいですね。神社での NG 行動その2、無断で人形や古いお札を置いて帰る。神社に参拝した時、古くなったお札やお守り、人形を神社に預けたいってことで持ってきてる人もおりますよね。神社によっては納札所でしたり古札回収所という古いお札などを収めるスペースが作られているところもありますが、もちろんないところもあるんですよ。納札所が見当たらない場合は神社の人に聞いてくださいね。この聞くという作業を面倒に思って神社のゴミ捨て場を漁ったり、ご神木の根元に置いていったり、賽銭箱の中に入れたり、適当なところに置いていく人がいるんですけれど、実はねそれ NG なんですよ。どこに収めればいいのかわからなかったら神社の人に聞いてください。ゴミ箱を漁るんじゃないの。賽銭箱に入れていいよとか、そこに置いていっていいよとか掲示されていないのなら、そこに置いていってはいけません。びっくりしてしまったのが、ある日お賽銭箱の中を確認したら、仏様のお姿が描かれた絵巻物が賽銭箱の中に入ってたことがありまして、でそのままだと賽銭箱に入らないと思ったからか、それとも古い紙だからちょっとした刺激で破れてしまったのか、細かくちぎれて細切れになって入ってたことがあったんですよね。いい気はしないですよね。あと、人形はお預かりしておりませんと言ってる神社に社務所時間外に行って、で人形を地面に置いてって帰るっていう人も結構いるんですよ。ダメですよ。時間内に行って、で場所がわからなかったらそこの職員に聞いてください。神社での NG 行動その3、境内に無断で塩やお酒をまき散らす。お清めと称して境内でお酒や塩を勝手にまく人っているんですよね。実はねそれ NG なんですよ。言うまでもないんですけれどもね、お賽銭箱にお酒をかけたり、社殿に油をまいたり、地面に塩をまいたりとかね、実はダメなんですよ。お賽銭箱は鉄製なら錆びてしまいますし、木製なら腐っちゃったりとか、シミがついたりとか、匂いが取れなくなっちゃったりするんですよ。で、お賽銭箱とか社殿って、そこの神社の総代、氏子、数軒者の寄付の場合があって、で勝手にまくのが失礼っていうのはもちろんそうなんですけれど、別の視点からお話しすると、いかなる理由で他の人が思いを込めて寄付したものを壊そうとしてんのっ
って話なんですよ。で、社殿もそうですよ。神社は神社だけのものじゃないんですよ。神社にお参りしてくださる方、長く続いていくようにってご自運営に協力してくださる方、たくさんの人のご協力があって成り立ってるんですよ。神社だけのものじゃないと今言いましたけれど、たった一人の自由にしていいものでもないんです。神社には木々がたくさんあって、地面にお塩が染み込んで樹木に影響があったりとかね、ちょっとは考えていただきたいですね。神社での NG 行動その4、拝殿前賽銭箱に意味もなくとどまる。多くの神社の場合、拝殿前に賽銭箱がありますね。でもちろん例外はあるんですけれど、そういう作りの神社が多いです。で、そこに意味もなく長時間とどまるのはね、実はね、それ NG なんですよ。まあね、全部が全部 NG ではないですよ。人によっては祝詞を掃除する人もおります。そういった方はね、拝殿のど真ん中に陣取るんじゃなくって、他の参拝者の邪魔にならないように横に置いて掃除をしてる人も多いですからね。そうではなくて、意味もなく、用事もなくとどまるのはやめてねってことです。ね、さっきも申しましたけど、一人だけのための拝殿ではないですからね。で、意味もなくとどまるってどういうことって思う人もいるかと思いますので、どういう行動かご説明しますね。どういう理由でとどまってる人がいるのかと言いますと、そこでタバコを吸い出してリラックスしだす人とか、賽銭箱の前にたむろする人とか、座り込んじゃったりとか、拝殿の中で祭典をやってる場合があるんですけれど、それを見るために10分20分ぐらいとどまる人とかいるんですよ。で、賽銭箱前に人がとどまっていると皇族の方が参拝しづらいです。もしかしたらね、人が来たらどけばいいやって思ってるかもしれませんが、遠目に意味もなく誰か佇んでたらね、ちょっと近寄りがたい雰囲気の場合がありますからね。例えばコンビニの入り口に座り込んでいたりとかたむろしていたら、ね、本人たちが人が来たらどくつもりでいても近寄りがたいでしょ。そういうもんなんですよ。拝殿前はみんなのお参りのためのスペースでございます。ね、リラックスしたいっていうのであれば、そこからどいて別のところにいてください。それでは最後にまとめでございます。その1、境内で自転車を乗り回す。その2、無断で人形や古いお札を置いて帰る。その3、境内に塩やお酒をまき散らす。その4、拝殿前、賽銭箱前に意味もなくとどまるでございます。みんなは大丈夫でしたか？やっておりませんでしたか？最後の部分はちょっとネタも入っておりましたが、いかがだったでしょうか？結局神社って礼拝施設なので、その場所に合った行動を心がけたいですね。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございます。動画が面白かったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。通知をオンにして待っててね。